松村上黒です。お絵かき動画あんまり上げれてなくて申し訳ないです。今何やってるかっていうと、技法書の3作目を書かせてもらってるんですよ。町村今まで1作目、2作目っていうことで、全国出版の技法書を、修和システムさんっていう出版社から出させてもらってます。こちらの2作目を書いたのが実は2017年、つまり3年前なんですね。なので3年間私、技法書関連について沈黙を貫いていた形になるんですけれども、ついに3作目を、出そうということで頑張ってます。頑張って9月末か10月くらいに、出版できるように今頑張ってめっちゃ書いてるんで、YouTube のお絵かき動画もうちょっと待ってください。すいません、ペコリーのお絵かき夏合宿の方は予定通りやるのでお楽しみにしててください。でも全く動画上げないのも私が不安なので1本だけ上げさせてください。すいません、どうも。キャラクターを頭から描いて、なんか首描いて胸描いたあたりで止まっちゃう問題を前なんか配信で喋ったと思うんですよ。みんなキャラクターの顔面とか頭とかっていうのはみんな興味があるから頑張って描くと思うんです。そんでこの後成り行きでこの辺まで描いとけばあとなんとかなりやろうと思ってここら辺まで描くんやけど、こっから先が思いつかないっていう問題これすごくあるし、町村もこれよくやる、もう何億回もやったし、なんなら今でもやってるんですけれど、ここまで描いてしまうともう肩の高さがここでパッて決まっているから、やろうとしてもなんでしょうね、遊ぼうと思っても例えばこういう風に腕を組んでみるとか、なんとなく片手でこう指をさしてみるとか、あるいはもう片方の手をさこう背中の後ろの方にしまってもう手をごまかしてみたりとか、あるいはもうポケットに突っ込んでしまうとか、こういうなんかちょっとこうごまかしじゃないけど、なんかどうしてもこうバリエーションがその辺で止まっちゃうじゃないですか。器用な人だったらもっとバリエーションを展開できると思うけど、これはやっぱりいつも決まったバージョンしか思いつかないっていう人のための動画だから、その人たちが聞いてください。はい単純に言えば顔の角度とかさ、だから最初から顔を横に向けるなり上から見るなりっていう風に顔の最初のここを違う向きで描けばおのずと違うポーズになるっていうのは多分初心者の方でも理屈でわかると思うんですけれど、だけど一番最初にみんなが練習するのはこの向きも真正面だと思うんですよ。でそこからモチベーションを保ってポーズの練習とかねやっていくんだったら、やっぱりここからとりあえずこれが描ければもうちょっと遊べるっていう、なんかこうねポーズの遊び方みたいなのがあった方がやっぱり初心者的にはさいいじゃないですか。だからその話をします。一番簡単なのはまず片方の肩がここまで来たとして、もう片方の肩をわざとこうやって上げるっていうのが、一番手っ取り早いきっかけの作り方だと思います。片方肩が上がっているだけで例えばじゃあこれはこの辺になんかこういう物体があって、じゃあここに肘を乗せてなんかこの左手片手をリラックスしてるんだなみたいな感じで持っていくとか、あるいは椅子の背もたれでもいいですよね。この場合はこういう風に高さ作って、で片方こっちの方はリラックスしているとか、手の上に乗せてるとかね、こういう風にこっちはこっちと同じでダラッとしてるけど、こっちで肩の高さをいきなりパッて作ったから、こっちは遊びができるわけですよね。具体的には脇の下に空間ができる、ここに間ができるから、英語でスペースって書いとこう。ここに間ができるから、この下に椅子の背もたれを置くとか、机を置く、テーブルを置くっていう遊びができるから、この左のお手手のポーズもなんかさっきまでダラッとやってたのとちょっと違う風が入るっていうことなんですね。肩の高さを変える。もうここだけだから、もうカタカナで言うルの字ですよね。こんな感じでやるだけ。いつもハの字でやってたところをルの字ぐらいにするっていう、もう無理やり説明すればそんな感じのほんのちょっとのことなんだけど、これだけでもいつもと違うポーズに進むっていうきっかけがちゃんと手に入ると思います。そんでもっともう物足りなくなってきたら、例えばどっちの肩も上げてみる。どっちの肩もこういう風に上げてみて、肩をすぼめるような形にすれば、例えばこういう風にちょっとね変わるわけですよね。最初のこっちの方でやってたもうこういうファーっていう感じだけだとちょっと出せなかった微妙な感情のニュアンス、こういうワーオみたいなのもちゃんと書けるようになる。ここの首のとこの最初のきっかけの首のとこ、これやるだけでもだいぶ遊べるようになるっていうのがこの動画の主張なんですよ。はい。もちろんいろんな顔の角度が最初から描け
るんであれば、それはもうもちろんそこからね、いろんなポーズを派生していける。それは当然そうなんですよ。だけど、みんな大体やっぱり、真正面から見た可愛いキュートな顔とか、こういうのにやっぱり、時代的にも、そういう顔面に興味がある人っていうのが、やっぱり初心者層にも多いし、そういう人たちが、なんか、顔の角度めっちゃいろんな角度で描くって、やっぱりできるようになるまですごい大変じゃないですか。でも、そこまでできるようになってからじゃないと、体のポーズ、いろんなね、バリエーションやってみる権利がないかっていうと、そんなこともないわけなんですよね。なので、今、自分が自信持って描ける顔の角度だけでもいいから、そこからちょこちょこっと余計なポーズがさ、増えてさ、レパートリーが増えたらさ、楽しいじゃないっていうそういう話がしたかったんですよ。はい。っていう感じのテンションの、技法書3作目を今めっちゃ頑張って書いてます。楽しみにしててください。前作が2017年の発刊なので、3年間貯めたノウハウを頑張って、吐き出してみようと思います。よろしくお願いします。楽しみにしててください。ちなみに本のタイトルはややこしくない絵の描き方、カッコ仮、ね、みたいな感じになると思います。よろしくシュッちょっちょりバララブー。